ニジャイの新スタイル、シーニックスタイルの解説。目次です。1、新スタイル追加。2、シーニックスタイルの使い方。3、シーニックスタイルの特徴。4、スタイラーズで調整する。5、シーニックスタイルの背景。ニージャーニーバージョン5新スタイル絵柄変更パラメータの解説。絵柄スタイル追加アップデート。現在2次バージョン5が標準となり、4月には4つのスタイルが登場しました。デフォルト、エクスプレッシブスタイル、キュートスタイル、シーニックスタイルです。そして今回は4月23日に追加された新スタイル、シーニックスタイルを解説していきたいと思います。シーニックスタイルの使い方。このスタイルを使うには、セッティングスで2次バージョン5が選択されていることを確認して、次にシーニックスタイルを選択で使用できます。また、その他の方法としては、呪文の最後に、半角スペース、スタイル、半角スペース、シーニックを呪文の最後につけても使用できます。/S を入力。セッティングスを選択。2次バージョン5が選択されていることを確認。シーニックスタイルを選択。これで設定完了。あとは呪文を入力して生成していきます。シーニックスタイルの作例。シーニックスタイルで生成するとこんな感じに。デフォルトの絵柄に美しい構図と背景が特徴的です。それでは作例を見ていきましょう。右上に呪文を載せています。背景とキャラクターのバランスが良くなっているのがわかります。シーニックスタイルの特徴。1、デフォルトの顔のスタイリング。顔はデフォルトスタイルに近くなり、アニメ風の顔になります。こういう画風が好きなら、デフォルトかこのシーニックスタイルが良い選択になります。2、エクスプレッシブの 3D 照明モデル。エクスプレッシブスタイルで印象的だった美しい光と影がシーニックスタイルでも綺麗に表現されており、背景も美しいです。キュートと同じグラフィックスタイリング。構図のバランスを保つために、キュートスタイルから強力なグラフィック要素を借りています。4、物語性のある構図。被写体は他のスタイルよりズームアウトし、映画のようなシーンを再現することが可能。5、視線誘導。キャラクターが世界観と共演するように構図が組まれます。視線誘導など巧みな構図表現が可能です。構図に関してはいろいろなアスペクト比で試してみることをお勧めします。それではデフォルトとシーニックスタイルで見比べてみましょう。右上に呪文を載せています。デフォルトはキャラクター中心な構図になりがち。シーニックスタイルは背景とうまくバランスを取ろうとする傾向があるようです。そして背景がとても美しいですね。スタイライズで強度を調整しよう。スタイライズでスタイルの影響度を調整することが可能です。スタイライズを使うにはパラメータ-S、半角スペース、数字で調整します。数字は0から1000の間で調整可能です。例えば、ガール、半角スペース、-S、半角スペース、10という感じでプロンプトの後につけます。セッティングスでも調整可能です。スタイルローがスタイライズ50、スタイルメッドが
スタイライズ100、スタイルハイがスタイライズ180、スタイルベリーハイがスタイライズ400になります。こちらはスタイルロー、スタイルメッド、スタイルハイ、スタイルベリーハイを並べてみました。少しずつ絵柄が変化しています。こちらはスタイライズで細かく指定したものです。スタイライズ10から200までは10刻み、スタイライズ200から1000までは50刻みで載せています。低い数字ほど変化が激しいですね。次にアップスケールした作例を見ていきましょう。やはり低い値だと変化が激しいですね。ある一定の値を超えるとほとんど変化しなくなります。シーニックスタイルの背景。次にシーニックスタイルで背景を生成。細かく美しく描かれています。まさにアニメ風景といった感じですね。作例を見ていきましょう。アニメ背景のような光の張り方や塗り方になっています。デフォルトだと背景でも人物が張り込むことがありますが、シーニックスタイルだとそれが軽減されているような感じがしました。この絵柄だとアニメやゲーム作品に使用できそうですね。最後に今回は4月23日に登場したスタイル、シーニックスタイルを解説しました。シーニックスタイルはアニメ調で完成度の高い構図が特徴的です。デフォルトと比べるとキャラクターがそこまで主張せず、背景とのバランスが優れていると感じました。デフォルトと絵柄が近くなりますので、背景を含めたイラスト風にしたいときや、キャラクターの面積を小さくしたいときなど、状況によって使い分けてあげる方が良いと思います。ぜひ皆さんもいろいろと試してみてくださいね。それでは今日はここまで。このようにこのチャンネルでは AI イラストについて発信しています。いいなと思ったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。